イザナギとイザナミ。天地が現れたとき、大地はまだ若くて、ぷかぷかと海に漂っていました。その時、5柱の神様が現れましたが、みんな男でも女でもない神様で、すぐにいなくなりました。また2柱の神様が現れましたが、この2人も男でも女でもない神様で、すぐにいなくなりました。やがて男と女の神様が生まれました。5組目に生まれた神様の名前は、男の神がイザナギ、女の神がイザナミです。神様たちは会議をしました。そして最後に生まれたイザナギとイザナミに国を作らせることにしました。2人は天の浮き橋に立って矛で海をかき回しました。すると小さい島ができました。2人はその島に降りました。女の神イザナミが言いました。イザナギ、あなたはとても素敵な神様ですね。イザナギも言いました。イザナミ、あなたはとても美しい神様ですね。言葉には力があります。いい言葉を言うと、いいことが起こって、悪い言葉を言うと、悪いことが起こると言われます。2人はお互いを褒めました。それから一緒に島を産みました。しかし上手に産むことができません。2人は天に戻って他の神様たちに相談しました。天の神様たちも分かりませんでしたから占いをしました。女の神から声をかけたのが悪かったようですね。次は男の神から声をかけてみてください。そこで2人は島に戻ってもう一度お互いを褒めました。男の神イザナギが言いました。イザナミ、あなたはとても美しい神様ですね。女の神イザナミも言いました。イザナギ、あなたもとても素敵な神様ですね。そして2人で島を産みました。すると立派な島が生まれました。はじめは淡路島、次は四国、それから九州、本州と次々に生まれました。そうやって日本ができました。次にイザナギとイザナミはたくさんの神様を生みました。最後に火の神様を産んだとき、イザナミは大やけどをしました。たった一人の子供のために最愛の妻を亡くしてしまうのか。イザナギは一生懸命看病しましたが、イザナミは死んでしまいました。イザナギは生まれたばかりの火の神様を切り殺しました。切られた火の神様の体からもたくさんの神様が生まれました。最愛の妻を失ったイザナギはとても悲しくて寂しくて、イザナミに会いたくなりました。そこでよもつ平坂を越えて黄泉の国へ妻に会いに行きました。黄泉の国のイザナミの屋敷に着くと、イザナギは大きい声で言いました。イザナミ、あなたと作る国が
まだできていない。一緒に帰ろう。扉の向こうからイザナミの声が聞こえました。イザナギ、もう少し早く来てくれれば戻れたのに。私はもう黄泉の国の食べ物を食べてしまったの。もう帰れない。でも黄泉の国の他の神様たちに相談してみたら、何か方法が見つかるかもしれないよ。そうね。じゃあこちらの神様たちに相談してみる。しばらくそこで待っていて。それまで絶対に私を見ないでね。イザナミの声は聞こえなくなりました。イザナギは待ちました。黄泉の国は暗くてジメジメしています。イザナギは待ちました。まだか。イザナミは戻りません。イザナギは心配になりました。見るなと言われましたが、会いたいですから、それ以上待つことができませんでした。イザナギは扉を開けました。中は真っ暗で何も見えません。イザナギは櫛の葉を折って火をつけました。すると見えたのは変わってしまったイザナミの姿でした。体や顔の肉が腐ってウがうようよしていて、近くには小さい雷神がたくさんいました。イザナギはびっくりして逃げました。しかしイザナミは気がつきました。イザナギ、こんな姿を見せたくないから見ないでと言ったのに。そんなに私と一緒にいたければあなたも死ねばいい。イザナミは激怒して黄泉の国の女にイザナギを追いかけさせました。イザナギは必死に逃げました。逃げながら髪飾りを女に投げました。すると髪飾りがブドウのつるになってブドウの実がなりました。女はブドウを取って食べました。その間にイザナギは逃げました。しかし女はまたすぐに追ってきました。イザナギは今度は櫛を投げました。すると櫛はタケノコになりました。女はまた止まってタケノコを食べました。その間にイザナギは逃げました。しかしイザナギを追いかけているのはその女だけではありません。雷神たちや悪霊たちが大勢でイザナギを追いかけてきます。みんなとても怖い顔をしています。よもつ平坂に着きました。桃の木がありました。イザナギは桃の実を3つ取って黄泉の国の軍勢に投げました。すると桃は不思議な力がありますから、雷神や悪霊たちはすっかり逃げてしまいました。助かった。イザナギがほっとしていると、今度はイザナミが腐った体でウをまき散らしながら追ってきました。待ちなさい、イザナギ。イザナミ。イザナギは坂を登ってしまうと、大きい石で出口を塞ぎました。イザナミはもっと怒って呪いました。イザナギ、愛していたのにこんなことをするのね。許さない。私はあなたの国の人々を1日に1000人殺す。イザナギは言いました。イ
イザナミ、愛していたのに。それなら私は一日に1500人の子供が生まれるようにする。こうしてイザナミは黄泉の国の神様になって、イザナギは生きている人の国の神様になって、別々の世界に住むようになりました。